お店っていうのはやっぱり僕はお客さんが作ってくれると思うので、いわゆる昔ながらの日本料理とは違う要素もありますけども、料理の変遷っていうのはどうなんですか？続いては料理について伺いたいんですけども、もともと独立するときにこういう料理をやろうみたいなっていうのはあったんですか？決まったんですか？一応なんかメニューみたいなのをさっきもちょっとお伝えしたんですけど、メニューを考えてたんで、それアラカルトのメニューってことですよね。アラカルトメニュー。アラカルトのメニューしか考えてなかったです。修行してた頃にあったものをやっぱり再現していくっていうことも一つ大事だなと思ったんですけど、でも再現はなかなかできなかったんですけども。かつ料亭と割烹じゃ全然ニーズも違いますしね。同じ料理でもならないですよね。そうですね。ただやっぱりお客さんが食べてほしい季節のものであったりとか、今と考えると本当にシンプルに季節の料理を出すお料理屋さんっていうのを頭には入れてました。今は例えば、なんて言いますか、電卓機があったり、電もなかがあったり、いわゆる昔ながらの日本料理とは違うものっていうの要素もありますけども、そのあたりの料理の変遷っていうのはどうなっていく？なんか僕の中でやってることは実は変わってなかったりするんですよ。電のもなかであったり、電卓機であったり、電の畑のサラダであったりとか、いろいろあるんですけども、一番初めオープンした当初にアラカルトのメニューを作ってて、お客さんが食べたいものをこうチョイスしながら、で分かってもらえるもの。例えば、こういうものを作ろうっていうものがあって、で、今は逆にそこから海外のお客さんが多くなってきたときに、海外のお客さん目線で食べたいものであったりとか、伝えやすいものっていうもの。僕らが今日本料理をやらせてもらってる中で、若い方とか、海外のお客様って、やっぱりとても僕は大切だなと思ってて、大好きな日本料理だからこそ、マニアックになっていくわけじゃないですか。どこどこの川の鮎であったり、どういうものであったり、昔からあるものをこう出していったり、もちろん変化はしていってるんですけども、それを理解できるのかできないのかって言ったときに、やっぱりある程度食べ慣れてないと、感じられないものってあるじゃないですか。いや、それはあります、あります。すごくあります。しかもルールがあって、和食屋さんで緊張して食べながらっていうことを変えていくには、自分のお店はどうしようか。まず、僕みたいなオープンした時29歳。その子がね、料理屋さんやってれば、お客さんなんか、ね、結構リラックスして食べれるんじゃないのかなとか。なるほど。よく言われたんですよ。今日大将いないのとか。僕は今日休みなんです。3回目ぐらいに。君が大将じゃないとか言われたりとか。なんかそういうのがいいなとか思ってて。なるほど、なるほど。僕が表現したいものは、なんかもう極論なんですけど、楽しんでるお客さんたちがいるお店っていうものを表現したい。なるほど、なるほど。僕が初めて、やっぱり衝撃を受けたのは海外に行ってこう食べてる時に三つ星のレストランで、みんながすごい楽しそうに食べてる。これって何なのみたいな。なるほど、なるほど。自分がこう食べてる中で、やっぱ楽しいっていう感覚で食べてることなんてやっぱ日本人ってなかなかないなと思って。そもそも根本的に子供の頃から黙って正座して食べなさいって言われたの。食べる時にやっぱりそれに感謝して静かに向き合ってちゃんと正座しながら食べる。っていうのが日本人らしさであるから、そこっていうのは僕すっごい大切だと思う。でも、レストランではそうじゃない部分があってもいいのかなとか。自分の中でも葛藤もありながら、なんか例えば僕らがお店始めた時に、こう、やっぱり若いし、20代で店なんか日本料理なんかありえないよっていうことがたくさんあったし、だからもう今も修行中です。お店はやらせてもらってるんですけど、今一番勉強してます。だからいろいろ教えてください。で、お客さんに言える年齢だし、それでお客さんも言えるっていう環境っていうのは僕はいいなって思いながらそうですよね。やってました。食べ手としても、僕もいい年になってそれなりに食べてきて、そこから学んだこととか思ったことを伝えたいと思っても、聞きたいと思ってる料理人さんじゃないとやっぱり言わないですよね。そんなおせっかいなことしないですもん、やっぱ。ね。だから、僕はもう、これが僕の料理なんです。僕がやりたいことやるんですって言われちゃうと、もう何も言えないというか、もう、わかりましたって思ったことがあっても言わない。だけどやっぱりそうやって、ね、聞いてくださると言いやすいというか。お客さんとの付き合い方っていうものが、僕はやっぱりとても大事だなと思って、それはなんか、常連さんにじゃあこれどうぞこれどうぞとかじゃなくて、やっぱりいいところも悪いところもしっかり言ってもらって、で、僕らも言える関係性というか、なんかちょうどお店始めて3年、4年ぐらいの頃かな、
ちょうど食べログとか、そのお店のランキングだったり、はい点数だったり出るってことがちょうど流行ってきた頃で、言いたいことを面と向かって言わずに何かこう、うん書き込むような感じになっちゃったそうですね。のが、ちょっとこう、寂しかった時期というか、いいことではあるんですね。正直、思ったこと言えない人がいて、こういうことが良かった、こういうことが良かったとかって言ってもらえたりとか。でもやっぱり良いことも悪いことも、目の前で言ってもらえると、すごいもう、こう、その場で答えられるし。なるほど、なるほど。だから料理の中でもやっぱりそういうものを意識しすぎちゃって、もうなんかちょっと自分の言いたいことも言えないとか、やりたいこともやれない。お客さんも、なんかこう、お店を愛してこう通うっていうよりも、審査しに行くようになっちゃったりとかして、本当に楽しいっていうものを感じなくなってきてしまうような環境に一回こうなりかけてたと。そこが僕の中ではすごいもどかしかったというか、良くも悪くもね、うちのお客さんでもそういう方がやっぱいて、たまたま多分全国1位とかにうちがなっちゃったんですよ。予約の電話で、本当に1位なのか確かめに行きますとかっていう電話とかかかって、もうあれはもう僕らが言ってることじゃないんでみたいな。そうですよね。だからそういうのもやっぱりあって、やっぱりこう、評価っていうものはいろんなお客さんにいろんな好きなお店があるんで、その人たちの中の一番があればいい。オンリーワンがあればいいと思ってて。だから、そういうのがなんか、来たお客さんが楽しんで帰ってもらえるような環境っていうものがうちのお店では一番こう、大切にしてるというか。なるほど。やっぱり海外のお客さんもたくさんいらっしゃって、で皆さんすごく楽しんで食べてらっしゃるっていうのが、やっぱり伝らしさでもありますよね。でやっぱり前のお店はまあカウンターと、あと2階のね、個室だったのが、シェアドテーブルというか、まあ大きいテーブルに何組のお客さんが一緒に座っていて、その中でお客さん同士の会話が生まれたりっていうのもあったりとかして、いい意味で日本料理っぽくないというか、そういうその他のお客さんも含めて、こう、いい雰囲気が醸成されるっていうのはすごく特徴的ですよね。目の前でお客さんというのやりとりが神保町時代で9年間やらせてもらって、すっごい楽しかったんですけど、カウンターって、まあ良くも悪くも特別な空間っていうものがあるんですけども、そこの人たちだけが楽しめるっていうものじゃないと思ってて、レストランって。だからカウンターの美学みたいなのもあるし、でもテーブルの良さっていうのがやっぱりいっぱいあって、僕は逆に9年間やってカウンターをやめたいなと。今フレンチのシェフたちは割とカウンターのお店を作りたいじゃないですか。カウンターって難しいんですよ。本当に。お客さんに余計なものが見える場所だったらカウンターはいらないんですよ。日本料理屋さんの凄さってカウンターが一枚の劇場になってて、そうですよね。見たくないものは見せない。なるほど、なるほど。っていうこともできる。だからカウンターがあって、で、裏舞台もあるじゃないですか。はい、そうですよね。焼き物だったり。そういうものもいろいろあって、やっぱりいい部分が、綺麗な部分が見える。でも僕はここにしても、神保町にしても、バックヤードも見せたいと思ってて。なるほど、なるほど。それこそ、こういう料理をできるまでの過程を見せたいとか。で、こう、本当にだから、焼き物やってるのとかが時間かかっちゃったら僕言うんですよね。お客さん大丈夫、忙しいの見てるから待っててくれるから。そしたらお客さん見ながら、あ、まあ今やってんだみたいな。お客さんにもう今出ますからあと5分だけ待ってって言えるじゃないですか。結局いい部分だけじゃなく、裏のやってるスタッフの大変な部分も見せるとお客さんは待ってくれるし、料理っていうものがいろんな経過を果てて今来るっていうことも見てもらえるんじゃないのかな。と思ってここにこういう形を作った。で、僕はなんかカウンターって、そのシェフたちが目の前にいて料理を作るけれども、僕テーブルには僕らが行けばそこがまた特別なカウンターみたいになるんじゃないのかな。なるほど、なるほど。だからうちの作りって、どこのテーブルに行っても、僕がそばで話せる環境ができてるんですよね。確かに。だからそういうのがなんかこう、新しい形なんじゃないのかなっていうのは。なるほど。まあ営業中もね、いろんなテーブルもあってお話しされてますもんね。僕が和食の勉強をとってもしてる時にやっぱカウンターのお店に行って、僕らテーブルに、まあ僕もその頃もう本当に30代前半なんでテーブルに入れて、ご飯食べながらカウンターがわーって楽しそうにやってても、カウンターいいけど、こんな疎外感を与えるんだとか。思っちゃうと、これって良くないな。そっか。常連さんに、はい、これどうぞ、これわーってやりながら、わーってやりながら僕らにはポンってきて、何も喋ってくれない。これって怖いなと思って。なるほど、なるほど。カウンターは特別嫌な空間になっちゃうかもしれない。例えば、初めて来たお客さんにそういう気持ちをさせるようなお店にはしたくないな。初めてのお客さん、先に出すからって言ったら常連さんは、いいよいいよって。で、ここでね、
ね、ウインク一つしとけば、はい。ね、あとちょっとこれつまみ、すいません、さっき。言っとけば済む話で。そうですよね。だから常連さんは、後回しにしてます、僕は。それ僕すごい大事だと思うんですよ。天寿司あるんです。小倉のお寿司屋さんの天野さんは結構そういう感じで、もう初めてのお客さん中心に話すんですよね、天野さんは。で、僕をいじったりとかして、で、なんか場を和ませたりとかして。で、もう本当にそのお客さんを楽しませて、もうぜひまた来たいって感じになって、で、お客さん帰った後に、今日はどうもありがとうございましたみたいな感じで僕とも話すみたいな。やっぱりその、慣れてないお客さんほど大事にするというか、それは天野さんすごくやってらっしゃって、で、なんか別にそのね、いつも言ってる立場からすると、それって別に嫌な気はしないじゃないですか。一番緊張してる人が、まあ緊張がほぐれて楽しめることによって、その空間全体がこうリラックスした雰囲気にもなるし、それってやっぱすごいいいことだなっていうふうに。ですね。なんかやっぱりお店っていうのは、やっぱり僕はお客さんが作ってくれると思ってるので、そういうお客さんがいるお店って、やっぱりいいじゃないですか。常連さんだから、本当にサポートしてくれて、忙しい時に、待って待って、言ってくれたりとか、そういうところで会話が生まれるじゃないですか。だからそういうのも、やっぱり今日はすいません、ありがとうございますって言えますし、初めてのお客さんには、いや、常連さんはね、また来てくれるんで、今日どうでしたって言うと、いや、なんかありがとうございますっていうような関係性というか、そういうものが大事なんじゃないのかなって。料理を作るっていうことも大事だけど、その場を作っていくこととか、そのお店の空気感を作るっていうことが、シェフにはやっぱり大事になってくるのかなと思いますね。そうですよね。お客さんも、そのお店を作る大事な構成要素の一つだと思ってるんですよ。そういう意味では、客の立場で言うのもあれですけど、こう、どういうお客さんに来てほしいかをお店には僕は決める権利があると思うし、で、逆に言うと、まあ、望まない客層になってしまったら、お店がこう、不完全なものになってしまうというか、そのあたりのお客さんとの付き合い方とか、自分が望む伝のお客さんとしてこういう人に来てほしいなっていう人に来てもらえるようなお店にするっていう意味では、何か考えてらっしゃることってあるんですか？苦手だって思わないことです、僕は。全部がうちにふさわしいお客さんだと僕は思ってます。僕は排除していくっていう形は取ってないですね。まず、その人のいいお客さんに変えていけるように、うち向きなお客さんに変えていけるように、努力をするっていうことはやっぱり感じてます。考えてます。ただ、一線は引きますね。できるものはできる、できないものはできない。しっかり言うとか。それはちゃんと伝えるべきだと思うんで、それこそ、某レストラン予約取れなかったから、お金同じように出すから、そこと同じもの出してよって言ってる。普通料理人からしても、ちょっとって思っちゃうんですよ。でもその人に僕らが全力の努力をしたものを食べてもらう。全く違うもんなんですけど、っていうことの言葉とか受け取り方で、やっぱ変わってくるのかなと思いますけどね。なるほど、なるほど。すごいですね。そのコミュニケーションスキルってどこでちなみに培ったんですか？カウンターで、本当に何もわかんない時にお客さんに教えてもらったんですよ。本当に。その苦労したオープン当初の時代に培ったってことですね。そうです。本当に。今も苦労してますけど。そうですね。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。